到着までまだ随分あるな。桜君に手紙を書こう。あっと、いけない。これからよろしく頼むよ。恐れ入ります。ただいまより改札をいたします。お手持ち切符を拝見。はい、結構です。はい、結構。柊恭一郎よりだ。おっと、ごめんよ、覗き込んじまって。あんまり熱心に手紙書いていなさるんで気になってね。さては、里に残してきた可愛い人にかね。あ、違うんです。妹宛てですよ。なんだ、そうだったのかい。妹思いなんだね。見送りの時に泣かれたせいか、後ろ髪引かれてしまって。わかるわかる。どんな娘っ子でも女の涙には参るよ。で、あんた学生さんかい？はい。来月から帝国大学で政治学と経済学を学びます。へえ、帝大。そらよっぽどおつむの出来がいいんだね。里の期待を一身にってやつだ。そんなんじゃありませんけど、実家は桃木村で古くから名主を務めていたんです。人の上に立つからには広い見識を持てと父が。桃木村の名主ってああ、柊家の旦那か。ありゃ立派なお方だね。田舎には惜しい傑物だよ。父をご存知でしたか？白いでか。紡績工場を追っ立てようって計画を百姓から娘と畑を奪うわけにはいかないっつって白紙に戻させたのは有名な話だもんさ。地方政治を担う参事として当然のことだと父は言っていましたが。いや、なかなかできるこっちゃねえよ。そうかい。あんた柊の坊ちゃんだったのかい。そりゃあ先が楽しみだ。
ところで柊の坊ちゃん、五章を大事に抱えてる長いの、そらしないかね。いえ、本身の刀です。と言っても、相当古いものですけど。刀いけないよ。そんな物騒なもん持ち歩いちゃ。ですが、きちんと刀剣所持の許可証はいただいていますよ。甘い甘い。帝都は綺麗だがおっかないところだよ。様相断髪の美女の後ろにゃヤクザ者のつつもたせ。刀なんぞ持ってたらグレンタイや荒くれ分子に絡まれちまう。そうなんですか？そうさ。市電の混雑ぶりも大変なもんで、長物を持ってちゃまず乗りっぱぐれること間違いなし。そうなんだ。なんてな。脅かしちまったが、やっぱり東京は花の都さ。ダンスホールに電気館。学生さんには目の毒だね。電気館って活動写真が見られるところですよね。尾上松之助の忍者ものとか。そんなのはもう古いよ。今の流行りはチャップリンにルドルフ・バレンチーノ。椿姫はご婦人の香類引き絞るって大評判でね。とにかく東京には何でもある。坊ちゃん、誘惑に負けて道を踏み外さないよう気をつけなせえよ。はい。あ、そうだ。東京で美味しいおせんべい屋さんご存知ないですか？せんべい屋。そうさな。浅草に大黒屋って老舗が一軒あったっけ。ここは金唾も有名らしい。大黒屋ですか。行ってみます。ありがとう。おっといけねえ、トンネルに入る。坊ちゃん窓閉めな。すすで真っ黒けになっちまう。父上の期待を裏切ってはいけない。そしてあのこと。
有用な人物となるべく精霊活金あるのみ。落ち着いたら剣の修練のできる道場を探さないと。桃木村で習ったのと同じ流派など望めないだろうから。そうだな、一刀流あたりがいいかもしれない。間もなく東京、終点東京となります。